今回は144分の1スケールの飛行機プラモデルの紹介です。マイナーなスケールのプラモデルですが、これまでに8機ほど製作しました。20年前に作ったムラだらけのお恥ずかしいものから最近のものまで一気に紹介いたします。1機目はダグラス DC さんです。キットはミニクラフト社の C47A です。付属デカールは米軍機のものでしたが、旅客機の DC さんにしたかったので ANA のデカールを自作して貼りました。自作のデカールはミラクルデカールを使いました。インクジェットプリンタで印刷するのですが、水性のインクが水でにじまないようにラッカーを吹きつける必要があり、かなり手間がかかりました。大きさはこんな感じです。小さいですね。デカールに厚みがあるので、小さい機体ではデカールの厚さが目立ちます。近づけて回転させます。同友車に100分の1スケールの DC さんがありますが、これと比べると一回り小さいです。同友車のキットはあちこちパテ埋めをしましたが、このキットの部品の愛は悪くなかったように思います。次は同じくダグラスの C54 です。これは以前動画にした機体です。このキットもミニクラフト社のものです。デカールは付属のものを使用しました。軍用機の呼び名は C54 ですが、旅客機は DC4 と呼ばれます。本当は旅客機にしたかったのですが、デカールを作るパワーがありませんでした。大きさはこんな感じです。墨入れもしています。近づいて回転させます。 C54 は第二次大戦から使われていた機体です。戦後は民間機としても使われ、日本航空でも使われていたようです。もう一度作るなら日航機にしたいです。この C54 や他のミニクラフトのキットは円高だった頃、アメリカのアマゾンで買いました。当時は日本で買うより安かったです。今度はダグラス DC6B です。このキットもミニクラフト社のものです。付属のデカールはキャピタルエアーですが、先ほどのミラクルデカールを使ってJALのデカールを自作しました。エンジンは C54 と同じく4機ですが、全長が若干長くなっています。 DC さんの ANA のデカールでは厚みが目立ってしまったのですが、 DC6 は機体が大きいのであまり目立ちません。大きさはこんな感じです。モールドが少なめな感じです。近づいて回転させます。タイヤがテカっていますね。クリアを吹きつけた後に接着すべきかもです。こうして見るとデカールのにじみが目立ちます。インクジェットが水性なので、ラッカークリアを吹きつけても転写の際に水が染みてしまいます。最近はコンビニのコピー機で作る良いものがあるようです。続いてダグラス DC7C です。これも以前動画で紹介した機体です。ウクライナの漏電車のキットです。デカールは付属のパンナムのものを使いました。先ほ
ほどの DC6 と似てますね。大きな違いはプロペラが3枚から4枚になっていることと全長が長くなっていることくらいでしょうか。ローデンからは JAL 版のキットも発売されていたのですが、タイミングが悪く購入できませんでした。大きさはこんな感じです。デカールが剥げていますね。近づいて回転させます。このキットは隙間や段差があちこちにできて、パテ埋めとヤスリかけをだいぶ行った記憶があります。4枚のプロペラは1枚1枚貼り付けるタイプで、よく見るとピッチがなく真っ平らになってしまっています。エンジン周りは汚しを入れるべきですね。反省は尽きないです。国産旅客機 YS11 です。これは同友社のキットです。デカールも付属のものです。144分の1では長谷川のキットもありますが、以前は同友社のキットも売られていました。このキットは20年以上前に作ったもので、塗装は筆塗りです。当時はエアブラシなど高級品は持ち合わせていませんでした。大きさはこんな感じです。裏側の塗りムラがすごいです。近づいて回転させます。 YS11 には乗ったことがあります。子供の頃、羽田空港の展望デッキに展示してあった機体にです。なので飛んでいません。同友社からはこのキットの他にフォッカー F27 も発売されていました。再販してほしいですね。デカールがずれていたりムラだらけで恥ずかしい出来の機体です。時代は遡って錦大帝です。再び軍用機です。これはアリーのキットです。これも動画で紹介しましたが、安価で良い感じに組み上がる良いキットでした。両翼のフロートのステーは同梱されておらず、別のキットで使った真鍮線の余りを使いました。この頃はエアブラシを買ったのでエンジン周りにぼかしを入れたりしました。大きさはこんな感じです。小さいですが特徴がよく再現されています。近づいて回転させます。この機体はアンテナが多いですね。エッジングパーツがあればさらに良くなりそうです。エアブラシはタミヤの 180D を使っています。当時は圧縮空気のエアカンをつけて吹きつけていました。シングルアクションのエアブラシです。C130 輸送機です。これは2024年現在現役の輸送機です。キットはミニクラフト社のものです。デカールは付属の米軍機のものです。このキットは機体後部の荷物ハッチを開けた状態にすることもできます。部品の愛はおおむね良好でしたが、先ほどの荷物ハッチの部分はパテ埋めして成形した記憶があります。大きさはこんな感じです。モールドが深めです。
近づいて回転させます。前面窓の塗装に締まりがありませんね。デカールを作って貼った方が良かったかもしれません。機体後部のカーゴハッチの部分の部品の相が今一つで、こうして見ると微妙に歪んでいます。 C130 は自衛隊でも使われています。自衛隊が海外に派遣されるとき、テレビで見かけることがあります。最後は対戦哨戒機 P3C です。これはマイクロエースのキットです。デカールは付属のもので、海上自衛隊厚木基地の仕様です。これも20年ほど前に作った筆塗り塗装のものです。改めてビデオで見るとムラだらけですね。筆塗りでムラなく仕上げる方々がおられますが、全く尊敬です。この機体の主翼は妙に短いです。主翼と機体後部の棒が特徴ですね。大きさはこんな感じです。マイクロエースのキットにしてはデカールの数が多い感じです。近づいて回転させます。ティッシュの窓が今一つですね。クリアパーツの透明な窓にしていますが、このスケールではデカールにした方が締まりますね。それにしてもムラだらけでお恥ずかしい限りです。このキットも最近見かけません。再販してほしいですね。そろそろ終わりにいたします。最後までご視聴ありがとうございました。